はいどうも、ストックロックです。ちょっとね、工具のレビューが続いてしまったんですけれども、今日は久しぶりに作っていきたいと思います。で、今日はハイトゲージを作っていこうと思うんですけれども、今回も極力家にあるもの、廃材を使って作っていきたいなと思っております。で、メインとなる材料はこれ。24ミリかな。24ミリぐらいだと思うけど、のパイン集成材ですね。これ家の中のカウンターテーブルを作った時の余りです。これ取ってあったので、材料はこれでいこうかなと思ってます。で、買ってきたものはこのアクリサンデー、厚さ 2mm のアクリル板ですね。こんなに大きいのは使わないんだけど、これが一番最小サイズだったのでこれを買ってきました。あといつものレールです。トリマーテーブル作った時の、余りですね。サークルカットをしたと思うんですけど、あの時あたりで使った余りを事前に端っこちょっと研磨しておきました。指で触っても痛くないように丸めておきました。これで怪我の心配はないかなと。ちょっとね、見た目はどうなんだろうっていうところありますけど、全然 OK かなっていう。あとこちらも事前にもう組んでおきましたけど、いつものボルトナットですね。 M6 のボルトを切っていつものナットをもう接着しております。あとこれは工具のレビューの時に、ドリルドライバーの時かな、 38mm のホールソーを使ったテストをしたんですけれども、あの時に出たくり抜いたものですね。もともと使った材料が良くなかったんで傷はついてますけど、せっかくなんであるものでということで、これに事前に、鬼目ナットを埋め込んでおきました。穴大きいの開け直して叩いて埋めただけですね。あとこれもトリマーテーブルの最後に、貼り付けるタイプのメモリの余りですね。で、ちょうどサークルカットのところで、中途半端なこの11センチラインぐらいから使ったので、ちょうど0から10余ってましたんで、これを使っていきたいと思います。もったいない病ですね。なので今回買ったのはこのアクリル板だけかな。これだけ。あとはもうあるもので作っていきたいなと思います。ではまず先に寸法を描いていきたいと思います。あまり決めてません。線を引いた後またお見せしたいと思います。よし、今ね線を引いてみました。一応ねこの板の幅が130mm 13センチでした。これはそのまま使うことにしました。めんどくさいんで。で、こっち画面でいう横幅ですね。これがね 120mm にしました。12センチですね。で、そこに1本引いて、でこの下から7センチのところ、こっちも7センチのところに印をつけて、今この引いた線の端から 2.5 センチの場所、ここにも印をつけて、こっちも端から 2.5 センチの位置に印をつけて、先ほどのこの7センチの部分と結びました。斜めに線を引いたってことだね。そんな感じのまずこれ土台にしたいと思います。で、あとここの先端の部分、板をちっちゃくしてからカットするってなるとなかなか面倒なので、先にここをくり抜きたいと思います。で、ここはねちょうどレールが入る立つ部分なので、ど真ん中にレールサイズに合わせて印をつけました。ここくり抜いて斜めカットして、その後最後に切り離していきたいなと思います。まずこれをカットしちゃいます。ちょっと画面端っこで見づらいと思いますが、丸ノコでまず切り抜きます。よし、はい、現状こんな感じですね。今丸ノコで刃を複数回入れましたんで、あとは直角に落とす感じなんですけど、手の甲で切り込みを入れてね、あとのみで削ってみたいと思います。はい、あんまり綺麗じゃないけど、あとはねテストしながらはまるかどうか。ギリギリでいきたいんだけど、ギリギリすぎてはまんないかな。ちょっとねかなりギッチギチですけど、なんとか収まるようになりましたんで、いいかな。これで結構硬いですね。ちょっと接着するとき大変かも。なんとかこれで後ほどつけてみたいと思います。ということで次は残りの部分ですね。こことこの辺カットしてしまいたいと思います。なんか微妙に角度違う気がするな測ったよね俺またやらかした。いや、またやった。5ミリずれてる。なんで？なんか角度違うよなって思ったんですよね。最悪こっちとこっち全然違う。ちょっと補正します。
よし、これでいいかな。いや、せっかく両面テープを使わないようにと思って切ったのに、結局両面テープ使うっていうね。はい、こんな感じにしました。なんかちょっとまだ補正が足りないような気もするけど、まあいいか。はい、こんな感じの土台です。いやー、ちょっと言い訳させてください。このスコヤを使って線を引こうと思ったら、この分5ミリずれることありません？この5ミリを測り間違えるみたいな。これがね、両サイドでお互い互い違いに違う部分で5ミリずつずれてたから、とんでもないことになってたんですね。いやー、参った。まあとりあえず何はともあれできました。いや、この掃除機マジ便利。ありがてえ。じゃあ次はもう1個パーツを作っていきます。またちょっと線を引いていきたいと思います。はい、こんな感じで線を引きました。見えるかな。ここがね 3.5 センチで、レールの分の2センチで、また 3.5 センチっていうことで、全部で9センチ幅で、縦は7センチ5ミリになっております。この L 字の部分はちょうどこの板の厚さ分25ミリあったので、25ミリ切り欠きを作って、で最後上が5センチ、そんな感じで線を引きましたんで、これをちょっと切り出していきたいと思います。はい、とりあえず切り出しました。ちょっと出来としてはかなりいまいちですね。まあ最後にちょっと整えればいいかなと思ってますんで、このままいきたいと思います。問題はこれがちゃんと下にも台にも設置してるか。大丈夫ですね。このままいきたいと思います。それでは、今カットしたこちらの部材、これの、真ん中の部分ですね、2センチ幅で線を引いているんですけれども、この部分にこのレールがはまるように、彫っていきたいと思います。で、前に作りましたトリマーテーブルを使って彫っていくんですけれども、このメモリをねつけてることによってすごく簡単に位置決めはできるかなと思います。方法なんですけれども、彫り込み入れる部分に線を引いてるわけなんですが、これの側面にもちょこっとだけ線を引いておいて、これをフェンスに当てます。はい、で当てた時にこのメモリを見るんですね。今ちょっと隠れてますけど、はい、こっちでやりましょうか。はい、引いた線がちょうどメモリの 6mm の位置にあれば、ちょうどこの内側を削ることができます。なんで 6mm かというと、6mm のビットを使うからです。この前、当たるか当たらないかの位置を0で設定しているので、 6mm の位置にこのフェンスを固定することによって、そのラインで綺麗に彫ることができるっていう寸法です。そのためにメモリをつけてるんですね。なのでこの状態で彫っていきたいと思うんですが、両サイドの幅多分合ってると思うんですけど、合わせることによって一回この状態で削って、で次ひっくり返して、そのままフェンスそのままの状態でねひっくり返して削ってっていうのを繰り返していくと綺麗に彫れていくんじゃないかなと思ってます。まあそんな感じです。理屈はまずはちょっとやってみます。中間を彫るので囚人機能は機能しません。ほとんどと思ってつけません。かなり舞うと思います。ちょっと真ん中のフェンスのね真ん中のへこみに角が入っちゃってちょっと食っちゃいましたね、ここね。けどまあいいでしょう。こんな感じで、この状態でちょっとレールの幅をチェックします。入りそうだね。ちょっと気持ち余裕ありすぎたかなっていうぐらいだけど、まあいいでしょう。このまま掘り進めていきます。この刃のね出し入れ、今現状このねスコヤを使ってやってるんですけれども、これがちょっとねめんどくさいんですよ。なので今回はハイトゲージを作ってこれを解消させようっていう目的があります。はい、ではこのままいきます。はい、今完了しました。こんな感じですね。ちょっとね幅の調整が最初微調整してるうちにちょっとずれちゃいまして、まあ結果下の方で最後の方で合わせたんですけど、なのでまあ結構きっちりとはできたんですが、手前の方ちょっと隙間空いちゃいましたね。まあいいでしょう。一応このままねこれ上下に動く感じになるんで、まあちょっときつめかなっていう感じもするけど、まあ動かしてるうちにちょっとよくはなってくるような気もするしね。
緩いよりは、こんなね緩くて左右にカタカタ動くよりはいいかなと思いますんで、このまま進めたいと思います。あ、結果ねここが段差になっちゃったんですね。ちょっと広すぎると思って、はい、ここでちょこっとだけ調整しました。だからちょっとダッサいですね、仕上がりは。まあでも機能的に満たしてるんで、しかも見えないしね、これ入っちゃうとまあいいでしょうってことで、このまま進めたいと思います。あとちょっと面取りしたいっすよね。面取り今しちゃおうか。で最初に作ったやつも含めてね、角全部落としちゃいます。はい、 OK です。では面取りも終わりましたんで、次の作業に移りたいと思います。ということで次はね、このアクリル板の加工をしていきたいと思います。まずこれカットですね。では実際に欲しいサイズに切り出したいと思います。欲しいサイズはね、4センチ 8mm の8センチ 6mm 書いとこう。48の幅で縦に割っちゃいましょうか。いきなりずれてんな。あれ、消しゴムがなくなった。あれ、俺さっき使ってたよな、消しゴム。消しゴム。両面テープを貼ります。なんか切ってるうちにずれそうなんで。で、これを貼る。どうだろう。オッケー。いけそう。よし。ではゆっくりカットしていきます。ちょっと地道な作業ですね。カッターの刃がちょっと変えた方がいいな。結構大変だな。ちょっと舐めてた。アクリルカッター欲しい。結構いったんじゃないかな。よし、行ってみよう。よし、割ってみます。なんか3分の1ぐらいでいいみたいなこと書いてたので。オッケー。はい、できました。ちょっとガタガタしてるけど、まあいいでしょう。いやー、すぐ刃がやられますね。やっぱりアクリルカッター使わないとダメかな。よし、もういい、折ってみます。オッケー。よし、できた。これがちょうど欲しい部分ですね。ちょっと透明で見づらいかもしれないですけど。はい、今ね完全に失敗しました。表面の紙が剥がれてしまって細かい傷がついてしまったんですよ。でこのピカールを使って磨いてやろうと思ったんですけど、手で磨くのがめんどくさくてですね、サンダーにタオルをつけて、そのタオルにピカールをつけて磨いてたんですね。一点に当てすぎてここが溶けました。失敗ですね。決して真似しないように。同じようにやる人はいないと思うけど、ちょっとバカやりましたね。ちょっとこれはもうゴミ。もう一回アクリルの方を切って作り直したいなと思います。作り直すにあたって両面テープがねちょうどなくなっちゃったんですよ。買いに行った時にちょうどアクリルカッターが400円ぐらいで売ってたので買ってきました。新品のナイスタックとアクリルカッター、こちらを買ってきましたんで、これでもっとスムーズにできるのではないかと。よし、次はこいつでやりたいと思います。やっぱりこれでやった方がいいですね。すごい削れる。最初っからこれを使えばよかったっていうぐらい楽ですね。OK、できました。よいしょ。綺麗に切り出せました。やっぱりねアクリルカッター使わないとダメだね。絶対この方が綺麗にいく。で次はねこのアクリルに穴を開けていくんですが、この先ほど作った木材の部品ですね、これと一緒にちょっと開けたいなと思いますんで、両面テープでくっつけました。でアクリルにもう一回剥離紙をねくっつけて、これも両面でつけたんですけど剥がれちゃったんで、できました。こちらの剥離紙の方に1センチ1センチ、こっちから1センチ、こっちから1センチで結んだところ、四隅ですね、ここの部分に穴開けしていきます。このアクリル専用のビットでアクミリ板の板は 2mm なんで、本当にちょっと先っちょだけ先にねこのアクリル専用のビットで入れていきたいと思います。本当にねちょっとだけですね入れるのは。これだとちょっと径が大きいんですよ。6mm の
刃でやってますんで、ちょっとでも木材の方に印がつけば OK みたいな感じですね。はい、今剥がしましたが、これで木材の方に点が落とせてますんで、この位置で穴開けしていきます。下穴ですね。では木材の方にちょっとだけ下穴を開けます。はい、こんな感じですね。中汚いのは気にしないでね、見えなくなるんで。っていうことで、次はアクリル板、次面取りしなきゃいけませんので、このねビスを使おうと思ってるんですよ。この黒いやつで、ちょっと頭の部分大きいんで、これを埋めるためにアクリル板の方ちょっとザグリ加工したいと思います。はい、こんな感じですね。剥離紙がボロッボロになっちゃってますんで、一旦剥がしましょうか。よいしょ。はい。で次はまだこの剥離紙をちょっと使いたいんで、裏面に貼りますとことん。でここで真ん中にね線を引きたいんですよ。この真ん中とこの真ん中ビュッと。はい、今線を引きました。でここの部分をアクリルカッターで1回だけ傷を入れたいと思います。紙取っちゃうか。よし、いきます。これを剥がします。こんな感じで線が引かさりましたんで、ここにね僕はマッキーペンを用意しましたんで、用意したというか家にあるいつものマッキーペン、これを塗り込んでいきます。よし、じゃあ塗ったら、はい、何でもいいんでウエスで拭きます。結構根気がいります。なかなか取れないと思うんで。でも取れないということは穴に入った線も取れづらい。ちょっと拭くの大変ですけど、綺麗になりますんで、アクリルなんで。これで綺麗な赤ラインが引けます。これで完成ですね、アクリルは。よし、できた。はい、いつもの塗装セットで塗っていきたいと思います紙皿がもう大変なことになってる。またね、使うのはいつものやつですね。これほんと乾きやすいんで、これが一番なんか楽な感じがして、いつもこれです。よし、じゃあいつも通りハケは固まってますが、これで塗っていきたいと思います。でや、あ、表面サンディングするの忘れてたなまあいいか。いい味出てるでしょう。はい、次こっち。よし、あとノブ塗ろうか。ノブ、すいません、1個作業忘れてましたこれのね真ん中にね穴開けます。このちょうどレール刺さる部分です。この真ん中に 6mm の穴を開けます。これ今パッとやっちゃいます。くっそ、忘れてたはい、開きました。多分大丈夫でしょう。これ要はレールをね通した時にボルトが通ってくれればいいんですよ。はい、こんな感じです。よし、 OK ですね。はい危ねえ、作業1個忘れるとこだった。はい、ということで塗装に戻ります。ノブをね塗ろうと思った時にって思ったわけですね。ノブだけ作ってボルトないやんって思ったんですよね。よし、 OK。 これがここにつく感じですね。よし、はい、こんな感じです。はい、ということでもうできたも同然ですね。あとは組み立てるだけになります。でまだねちょっと乾いてないんですけど、接着剤で貼りたいんだよな。いけっかな。いけっか、行ってみたいと思います。で取り付けなんですけれども、一回外しましょう。動きを今見ただけなので、レールをですねまずこのベースに取り付けたいと思います。この状態でね取り付けたいんですよ。接着剤を使うんですけど、まずこのね90度直角出てるか見ます。合わせて上から接着剤を垂らすような感じにします。本当はね接着剤をつけて押し込みたかったんだけど、ちょっとねきつすぎて多分これ無理ですね。合わせてるうちに固まってしまう。よし、 OK。 じゃあこの状態で接着剤を垂らしていきます。
よし OK いいでしょう。念のためちょこっとだけ時間を置きます。では固まったと思われるので続きを組み立てていきたいと思います。こいつですね。はい、こいつを取り付けます。ガシ下ろしちゃいましょう。はい、これに先ほどのアクリル、これをこちらに取り付けていきます。面取りがちょっと浅かったような気もするんだけど、まあいいでしょう。取り付けはね、ルーターテーブル作った時に使った20mm の黒いやつね、これで取り付けてます。この状態でメモリテープを貼っていきたいと思います。この赤ラインの位置に0を合わせてレールに貼り付けます。今貼り付けましたので、ここですね。あとは締め込んでいきたいと思います。今ね、締め込んだんですけど、1回このボルトナットを入れるのをまた忘れてまして、これを通すのを忘れてましたね。これを通して再度締め込みます。何をやってるんでしょうね、ほんと。いつものことだけど。はい、できました。はい、こんな感じですね。あと強いて言えばここですね。ここにちょっと鉄板貼ってあった方が刃が刺さっちゃうような気がするので、ここをちょっと加工しようかな。今ちょっと鉄板を作ってみました。前に使ったね、ガルバの余りですね、これを適当に切って、で今角をヤスリがけして当たらないように削りまして、引っかかりがないようにね丸めました。でこれをここに取り付けたいなと思います。ちょうどこの刃が当たる部分ですね。で取り付けるんですけど、この分高さがちょっと変わっちゃうので、のみでこの枠を削って、ちょっとだけね、薄い鉄板なんでちょっとだけ削って、また接着剤で固定してみたいと思います。はい、ということで裏面ですね、こちら削って鉄板取り付けてみました。ツラツラでいい感じなんですけど、ちょっとねパイン集成剤使ったんで縁がねポロポロポロって落ちちゃいましたね。色乗っかってるってことを考えると元からポロポロきてたんですね。でも鉄板の高さは合ってるので、これで刃が当たってもこちら側がへこむことはないのかなって思いますんで、ではこれでまた実際に取り付けます。もうちょっと緩くてもよかったかなと思うけど、いいか。とりあえず完成ということで、なんか後ろあまり止める意味がなかったな。結構硬い。もうちょっとスパスパ動くような感じを想定してたんだけど、ちょっときっちり作りすぎましたね。これはこれでいいでしょう。ということでできました。実際に使ってみましょう。実際に使い方を説明していきたいと思います。今トリマーの刃出てますけれども、これを例えば突き当ててあげるとどのぐらい出てますかね。1センチ1ミリぐらいですかねっていうのがお分かりいただけるかと思います。で逆に今のは出てるのを測りましたけど、もうちょっと低くしたい、じゃあ6ミリぐらい出したいよって時に、この状態でロックしちゃいます。でロックしておいて、実際にトリマーの刃をこれに突き当てます。ゴンと。はい、でもこれで6ミリですね。はい、こんな使い方になります。後ろをフリーにしておいて、これで刃で上げてあげる。はい、こんなこともできます。今すごい目いっぱい出しましたけど、1センチ8ミリぐらい出てることになるのかなっていうのがもう一目で分かりますんで、すごく便利ですね。なんせね、スコヤがちょっと見づらかったので、これだとメモリが非常に大きくて見やすいかなと思いますんで、ぜひ作ってみてください。非常に使えるかなと思います。はい、ということでね、ちょっと吸ったもんだありましたけどチープな作りですけどね、でも全然十分使えます。今回使った材料を一応またこちらの方に載せたいと思います。載せるんですけど、実際買ったものっていうとアクリルと、あと最後に買ってきたアクリルカッター、ナイスタックはねあれは常備品ということで入れませんけれども、あの辺かなと思います。ほとんど家にあるもので作れますんで、ぜひともチャレンジしてみてください。あとこのね、メモリテープない方はまた今回も概要欄の方に載せておきますので、全然これじゃなくてもいいですんで、今回これ逆メモリ使ってるんですよ。逆さですよね。本当はねこっちで見れる感じの方がいいかなって、こっちから012345って書いてる方が自分的には見やすいかなと思いますけど、あるもので作りたかったんで今回はこれでやりましたけれども、これから買うっていう人はそっちの方がいいかなと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画を見てちょっとでも参考になった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。